車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は CG を使いながら走行中にトラブル起きたらどうなるのっていう話とか、あとその対処法。普通に走っていての危険から舐めちゃいけないシチュエーション。それから稀だけれども、もし起きたら一発でおじゃんだよみたいなね、話で10個続けていきます。それでは一つ目。大雨時の深い水たまり。ゲリラ豪雨などの時に気がついたら目の前に大きな水たまりができていることありますよね。で、そんな深い水たまりに突入した時にやってはいけない最大の悪手はビビってその場に完全停止すること。止まるとエンジンルームが水没してエアクリーナーから水を吸い込んで、同時にマフラーからは水が逆流して中に入ってくる。そのままエンジンが水を吸い込むとウォーターハンマー現象というのが発生します。これはピストンが水を無理やり回そうとしてね、でコンロッドっていう金属の部品がぐにゃっと曲がってエンジンはお釈迦。でも今回取り上げたいのは次です。水たまりを無事に抜けた後も油断はできません。ブレーキローターに水膜が張ってブレーキがね全く効かなくなっちゃうウォーターフェード現象なんて呼ばれまして、自分も経験あります。でね、本当に焦る。高級車にはね膜を防ぐ機能というのが一応備わっていますけれども、ディスクが水没した場合には、結局一緒みたいです。で、他にも慌ててドアを開けると車内に水が入り込んできて大事な配線がショートしたりとか、廃車の危険は続きます。水中のゴミによる足回りの破損とか電子制御の機能停止とかいったトラブルもね、忘れた頃に襲ってくる。そうすぐじゃないんですよね。で、こうした深い水たまりを切り抜ける極意は、絶対に止まるな。だが、決して急ぐな。これにつきます。普通は大水に気づかずに、ブワーッとね、入ってしまうものです。後ろに車なんかいたら、止まるのもね、躊躇しちゃいますしね。で、水に突っ込むと、車はね、もうぐぐっと減速します。で、その際に、時速10キロから15キロ程度に維持してゆっくり進む。シフトでね、マニュアルモードとかあったらマニュアルモードにしてエンジンの回転数を少し上げて、でゆっくり走る。それで水から抜けたらブレーキを軽く引きずりながら少し走ること。これね、絶対必要です。もうほんとね、ここだけは自信を持って言える。そうしないとね、ブレーキが効かなくなってしまいます。では2つ目。フロントウィンドウとパッチアイスとイマークスリップ、そのあたり。山道の局地的な凍結のことをパッチアイスなんて呼びます。一部分だけね、凍結が残ってるとかね。路面の油膜も、同じようなもの。で、摩擦が実質ゼロになる極めて厄介な存在。タイヤの摩擦がね。で、これを事前に察知して減速するためには、クリアなフロントガラスというのがね、不可欠です。でね、そのためには日常で大事なことがあります。ガラスの鱗とかついたのゴミを汚れ、それから油膜を落とそうと、スチールウールで磨いたりとか、たわしで磨くとかね、そんな手入れをすると、ガラスだって傷だらけになっちゃいます。この無数の傷が夕日など当たると、乱反射でね、グレア現象って呼ぶんですけれども、こうギラギラしちゃってね、前が見えなくなる。逆光の中でも特に夕日だね。で、先の様子が見えなければ、もうそれは危険すぎちゃう。このあたりは中古車の購入時にも確認してほしいくらい。可能でしたらね。大事なのは道の状況の前にフロントガラス。ちなみに100均の研磨剤は効いた試しがないので、あまり買わない方がいいかな。100円でもね、無駄になっちゃうと思う。ちなみに100均の研磨剤は効いた試しが。そしたら万が一走行中にパッチアイスとか油膜に乗って挙動が乱れた時、鉄則は滑ってる間は何もしない。アクセルは穏やかに維持してステアリングは行きたい方向にそのまま。滑ってる時間っていうのがね、せいぜいコンマ数秒。慣れてないと体が硬直してる間に車の電子制御が働いて何とかしてくれる。なので、余計なことはしないというのがね、一番です。一瞬だったらね。で、それが最もね、ESC っていう車の横滑り防止装置が的確に介入してきて、車を
うまく収束させてくれます。では3つ目、エンジン停止プラス EPS アシストの低下。EPS ってね、電動パワーステアリングの略です。普通に走っていて、コーナーリング中に突然エンジンが止まるとどうなっちゃうかについて述べていきます。今の車って命に関わる部分にバックアップがないと言われています。バックアップって全てを二重化している、冗長なんて言われるシステムですけれども、普通のね車っていうのはそれがないみたい。なのでエンジンが止まると 1.5 トンの鉄の塊になります。それでね、一番やばいのが電動パワーステ。今のパワーステっていうのはモーターで動いていて、これがねめちゃくちゃ電気を食うそうなんです。エンジンが止まると発電機も止まってバッテリーだけの電気になります。そう、バッテリーでね今まで一番電気を食うって言われていたのがスターターモーター、エンジンをかける時のキュルルンってやつなんですけれども、それ以上にね今はパワーステのモーターが電気を使うということ。で、その状態で焦ってね、エンジン止まってる状態で焦ってハンドルガッて切ると、一気に100アンペア以上の電気を使う。すると電圧がもともと12ボルトあったものが一気に10ボルト以下に落ちる可能性が考えられます。で、このあたりがね、古いバッテリーだとさらにやばい。もうどういったところでね、どうなるか、状況次第で何かしらの意図していないトラブルが出る。バッテリーって負荷をかけた時にドロップするんですよね。何でもない時に電圧測ったって大して意味がないっていうのはこういったところ。で、電圧がね、そこまで下がっちゃうと、コンピューターがバグったりとか、車の事故防衛システムが作動して、いろんなところの電気をシャットアウトしたりとか、パワーステもそうですね。パワーステが効かなくなっても、モーターやギアの物理的な抵抗というのはもう必ず残っていますから、昔の車とは違う。すべて自分の腕力でグイッと回さなきゃいけないのでね。で、この対策、走行中にエンジンが止まっても数秒間は少しは電気が残っています。これを無駄にせず安全なところに車を寄せる。同時にパニックになって、そのエンジンっていうか車のキーっていうかな、スタートボタンをピッと押してオフにしちゃうのはダメです。じゃあ次、4つ目。高速道路で前輪がパンクしたらどうなるか。例えば右前のタイヤが突然パンクしたとします。そうするとパンクした側のタイヤだけにブレーキがかかったみたいになります。速度が高ければハンドルが右にグッと引っ張られるだろうというのがね、予想できます。この時にドカドカとかバタバタっていうね、低周波の衝撃と振動が車体を襲う。低速時だったらドカドカドカってしてるうちに車はすぐ止まれます。でも速度が高いとドライバーがパニックになるかもしれないし、でこの時に一番やっちゃダメなのがパニックブレーキ。これをやると生きている左前輪の一輪だけで止まろうとするんで、車のリアブレーキっていうのはね、ほとんど使われていないのが一般的な車なんですよね。横滑り防止装置がどう介入するのかっていうのもその時次第で、パンクしてたらね、車に頼るのはちょっと期待薄。じゃあそんな時生き残るためのアクションは3つです。1つ目、ハンドルは行きたい方向、この場合だったら直進をキープ。2つ目、ブレーキは軽く踏むか当てるのが鉄則。3つ目、本当にぶつかりそうになったら全力でブレーキを踏んで衝撃を軽減させる。安心してほしいのは、よくあるのはね、スローパンクです。パンクの中でもスローパンク。急にタイヤがぺちゃんこになるっていうことはね、もうめったにないと思います。釘が刺さったと言っても時間をかけて空気が抜ける。で、車に対して意識が高ければ1ヶ月前に気づくことだって普通にできるぐらいで、タイヤから空気が抜けるペースが速くなることで気づけます。あとは釘が路面を打つカチカチした音も分かりやすいです。 Wave hello everyone! Hi there! そうしましたら5つ目。高速道路で後輪がパンクしたらどうなっちゃうのっていう話。前輪のパンクも怖いんですけれども、直進を保つためのね、その重要な役割をしているのは実は後輪。で、後輪がパンクをすると車体のお尻が左右に激しく振られることが考えられる。これがいわゆるね、タコ踊りにつながります。
まずこの時にやっちゃダメなのはさっきと一緒。パニックになって急ブレーキを踏むとか、慌ててハンドルを逆に大きく切るとかね、急な動作はいけないです。もしね、てか車がどっちかに振られた時にグイってハンドルを切っちゃうと、カウンターというよりもね、カウンターさせすぎちゃってその反動が来る。これをタコ踊りとかお釣りって言いまして、で逆方向に滑ってまた逆方向に滑ってっていうのがね止まらなくなります。でパニックになってハンドルこじってブレーキ踏んでってやっていると、せっかく助けようとしてくれている横滑り防止装置だって、混乱しちゃう。で制御システムが破綻しちゃってね、どんな感じになるかはもうなってみなきゃわからない。じゃあどうするのかということなんだけれども、もしタコ踊りになってしまったら、これを防ぐというか止めるための方法は一つです。カウンターなんて難しいこと考えないでね、行きたい方向をとにかく見る。で、ハンドルは行きたい方向に切る。それだけでしょうかね。カウンターステアを当てるからタコ踊りが始まるんで、それはカウンターを当てたら素早く戻すことを意識する。当てたら当てっぱなしじゃ絶対右に左に行っちゃいますから、ハンドルを素早くセンターに戻す癖を意識する。練習しなきゃ難しいですけれどもね。でね、この時に自分なんかだと諦めたくなっちゃうんですよね。もういいや、修理代ぐらい仕方ないかって思っちゃうのが頭をよぎるんですけれども、これダメです。頑張って戦い続ければね、速度が落っこちてくることで、たとえタイヤがね、バーストしてるような状況でも、いつかは収束します。もしくは車が助けてくれるかもしれないっていうところでね、もうなんとかしてもう絶対コントロールを諦めないってね、思う姿勢がすごく大事です。そしたら6つ目いきます。高速でホイールベアリングの焼き付き。高速道路を走っている時にホイールベアリングという部品が焼き付いてタイヤがロックしたらどうなっちゃうのか。もうこれはね、特別な例です。もう本当に特別なこと。普通これがいきなり起きることはねないので、例えばタイヤを縁石にガツンとぶつけた後、ごめんなさい縁石にぶつけた後とか、異常な音を何千キロも無視して走り続けた後の、最悪の結果、内部のグリスが切れて金属同士が時速100キロで摩擦し続けると、数百度の熱で金属が溶けて、それでねロックします。一輪だけね突然回らなくなってっていう感じです。これはねもうどうしようもないんじゃないかと。であとはタイヤがねスポーンって取れていく可能性だって十分に考えられる。ベアリング焼き付いて一番怖いのはこれですかね。周りに迷惑をかけちゃうし、自分はコントロール不能。やっぱりね結局のところこれは事前に気づくのが大事だと思います。車速に合わせてウオーンウオーンとかねゴーとかね、あとはコーナーでハンドルを切った時に外側のタイヤだけウオーンって鳴り出してきたりしたらね、それがこのベアリングとかグリスが劣化している証拠です。あとは走った後にホイールを触る。結構ね自分これやるんですけれども、夏場はあんまり意味がないです。ブレーキの熱ですごくホイールが熱くなるんで、夏でない時にねめちゃくちゃ熱くなったらホイールベアリングのメンテナンスを考えてください。では7つ目。高速道路で大型のタイヤの破片を踏む。高速道路を走っていてトラックのねタイヤの破片見たことありません？意外とまたげそうだけれどもまたいだらやばいということで、これがねロードゲーターなんて言われています。本当見た感じでただの柔らかいゴムっていう見えちゃうんですけれども、意外とねまたげないぐらいのサイズが近づいたらあったりします。 SUV でもね結構危険です。このまたぐっていうのはねもう本当極力やっちゃダメ。トラックのタイヤっていうのは極太の導線が入っていてもう超重量物です。時速100キロでまたいだとすると、風でね車の下に来た時に浮き上がってきて車の下にねドッカーンってくるみたいなんですよね。でそれによってオイルパンが吹っ飛んだりとか、運が悪ければブレーキの配管が切れるかもしれない。でさらにね
下からの衝撃でエアバッグが爆発するかもしれないっていうのがね、やっぱりこれもね、人間疲れていると、いいや、ちょっと壊れても直せばいいやなんて、本当自分も思っちゃうんですよね。で、またいだ結果、ガツンとぶつかったことが何回かある。でもね、そう、ブレーキの配管が切れたりしたら、もうそれはね、ブレーキが終わったら人生も終わり。ちなみに、足回りのアームが曲がると、ESC もね、エラーを吐く可能性だって考えられる。で、対策。対策というかね、一つ大事なのは、もう絶対にまたげないと脳みその畳み込むこと。普段だったら気づいて、で、ミラーを見てね、で、確認した後に隣の車線に移動する余裕っていうのがね、あると思います。首都高とかね、曲がりくねってるところはちょっと別ですけれども、普段はね、自分の心構えとしては、とにかく遠くを見る。で、その中でも、遠くを見て運転しやすい車ってのもあれば、運転しにくい車ってのもある。車両間隔、タイヤの位置がつかみにくい車だったら、もうどうしようもないや、もうめんどくさいやってなっちゃいがちなんで、もうとにかくね、車次第だと思う。では、どんな車が良いのよっていう話は、チャンネルページから他の動画を見てください。結構頻繁に自分この点に触れています。では次。片側ハイドロプレーニングという現象。高速道路のわちでね、片側だけ水たまりになっているということがあります。これが片側ハイドロなんてね、言われる状況です。片輪だけ水に乗ってスッとハンドルが取られそうになることっていうのかな。ただ結論から言うと、今の車だったら過剰に怖がることはないです。めちゃくちゃ優秀な電動パワーステがあって、片輪が水の抵抗を受けても、コンピューターがね、瞬時に不正して、うまくまっすぐ走らせてくれるか、最低限まっすぐ走れるように調整してくれる。多分このパターンがほとんどだと思います。唯一大クラッシュにつながる瞬間もあって、それは抜け出す時のスナップフック現象なんて呼ばれるね、現象です。パニックになってハンドルを逆にグッと切ってしまって、そのまま乾いた路面に戻った瞬間にハンドルの利きが急に良くなって進行方向が予想以上に変わる。さっきのタコ踊りとかお釣りの話と一緒ですね。とにかく行きたい方向にハンドルを向けるというのはどんな場面でも一緒です。カウンターを当ててる時もね、カウンターの方向に行きたいからそっちにハンドルを切ってるわけで、別に逆方向に切ってるわけではないです。そしたら9個目。山道で濡れた落ち葉とか路肩の砂利で一輪がグリップを失う場合、日陰の落ち葉とか砂利とか、そういったものってね、実際触ってみると結構ね、ツルツルです。氷みたいにツルツル。で、コーナーリング中に一輪が乗ると、ずさっとね、一瞬滑ることが、よくあります。ただ、制限速度で普通に走っていればね、タイヤの限界にすごく余裕があるし、葉っぱを踏んでも重さでなんとかなっちゃう。何気なくというかもうなんともなくね、通り過ぎちゃうことがほとんどなんですよね。タイヤが1、2センチ滑ったって、それに気づかない人の方がね、多いかもしれない。で、事故になるのは、やっぱり速度。それから下り坂。タイヤの限界ギリギリだと、ちょっとしたグリップ力の変化が大きな挙動変化につながります。もしズサズサってね、こう滑っても、10センチは滑るものだよと。10センチってね、ほんのわずかです。多分普通に走っていれば対向車線に出ちゃうことはないので、気づかないうちっていう方が多いのかな。おっとって言ってるぐらいの間ですね。で、人間が滑りを感じる前から車は滑りを検知して、もしくは予測してくれています。それで一瞬でも早くね、修正が入ると、それ以降の修正量は少なくて済む。もうこれはね、もう運転すべてに関わる鉄則。車でもそうだし、人間が操作してもそう。いち早く修正ができれば小さい修正量で済む。つまり何事もなかったように走りやすいといったところですね。そしたらじゃあ人間は何したらいいのっていう部分ですが、路肩ギリギリをあんまりは使わないこと。田舎だとね、
実は蓋のない側溝で落ち葉が溜まっているなんていうことももう普通にありますから、このあたりはね、特に要注意です。そしたら10個目。突然の飛び出しの緊急回避。やっぱり田舎道でね、夜の田舎道とか、イタチとかね、タヌキとかウサギとか、普通にぴょんぴょん飛び出していきます。もう特にうるさい車でボーンとね、加速してる時なんかは特にあるかもしれない。自分もね、大きな声で言えませんけれども、前回加速、しかもコーナーの立ち上がりで抜けたら小動物がいたなんていうのがね、撮影中でもあります。で、集中してる時ね、ドライバーがもう戦闘モードみたいな日だったらね、そういう時はうまく制御ができる。自分だったらね、もうほんの瞬間的に頭の中ブワーっとこういろんな思考が回って、ABS が効くまでぐっと減速して、で、ハンドルを切る少し前にブレーキの力を少し抜いてね、で、ほんと右足の親指の力を緩めたタイミングぐらいで、ハンドルを切り始めて、ハンドルで避ける。この2ステップね、This level of automation is truly incredible. ブレーキで避けて、ハンドルで避けるっていう2ステップがね、もう瞬時にこう脳内でそのプロセスが浮かび上がるんですよね。ただ、体が滑るシートだと、ほとんどの車でそうなるのかな。この微妙な操作ができないので、ぴょっこんってなっちゃって、結構危険なんですよね。ブレーキを緩めようと思った瞬間に、車がぴょこっといって、お尻の位置がずれて、うまく操作ができない。で、あと合わせてね、一番やばいのは体がだるい日。イタチが飛び出してきたって、数キロの小動物だったら、もうぶつかっちゃっていいよってこう頭の囁きがね、きます。もうめんどくさいんでね、避けるのね。当たって大したことないでしょと思っちゃう。でもね、最近の車は、意外とね、ここにも落とし穴がある。例えばね、ポップアップフードって言って、いざという時に歩行者を守るために、エンジンフード、そのボンネットがね、ポコンって上がる車もあるんですよね。で、こういった部分が小動物がぶつかっただけでもセンサーが誤判定するってことが結構ね、あるらしいです。火薬がバーンっていくので、それによって修理代に30万円ほどかかると言われています。ほんとね、それ考えると、ちょっとした小動物がね、めちゃくちゃ高価な段階に見えてきちゃいます。バンパーの傷ぐらいだったら、もう別にそんなのどうでもいいんでしょうけれども、でもね、火薬が爆発して30万って考えたらね、この出費は痛いですよね。で、対策。対策は、自分の場合はね、だるい日は、運動能力の低下を素直に認めて、慣れた速度で走る。それから車間距離を空ける。で、あとは、おっしゃ行くぜって逆に気合を入れちゃう。これは本当は大きな声で言えないですけれどもね、そういう時の方が、実際避けられます。で、結局まとめるとね、運転の上手い下手よりもね、運と体調、そして事前の心構え。これが言いたかったです。そう、経験でもないね。上手い下手経験でもなくて、体調というのをね、自分ではっきり認識する。これがね、言いたかったです。では、まとめです。電子制御がめちゃくちゃ優秀になって、安全装備もたくさんついて、で、一番はそれを信用すること。そしてそれには事前に車の状況と人間の体調をしっかり意識すること。そこがずれると、ハイテクなコンピューターだってもうバグってしまいます。同時に今までたまたま運が良くて、たまたま助かっていっただけのことを都合よくね、運転の経験っていう話に押し引き換えちゃうこと。結局のところね、物理法則以上には車は動かないです。なので、よくわかんない経験というよりはね、しっかり困ったら今 AI とかが教えてくれますから、物理法則を調べる。そしたら、いかに今まで運とかいろんな部分がね、たまたま助かっていたんだろうなっていうのがね、よくわかる。で、それ以上はね、もう余計な心配せずに乗らないと、車が不自由でしょうがない、不便でしょうがないものになりますから、もう、状態だけしっかりして人間の体調が良ければ、あとはね、もうすべて車任せで楽しく走るのが一番だと思います。ということで動画は以上です。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。